佐久間清さん、当時34歳。爆心地から 1.5km の広島文理科大学、今の広島大学付近で被爆しました。広島文理科大学理論物理学研究所の助教授だった佐久間さんは大学に向かう途中被爆。たまたま塀の陰にいてやけどは負いませんでした。広島大学名誉教授の佐久間さんは現在も県元帥協県被団協の理事長を務めています。私は理論物理学を専門にしておりまして、私なりに学問を大学出ても研究所に残って、そして研究者として一生や過ごすつもりで、もっぱらエネルギーのある形を理論物理の研究の方に注いでいたんです。私の指導をしてくださった三村豪光先生という非常に優れた先生がおられまして、その先生のいい指導があったものですから、その先生の下で私も理論物理学者として一応ちゃんとしたものになるということもっぱらそれに専念してまいって、それが大学を出て、そしてあとずっと原爆に遭うまではそれを一貫してそのことだけやってました。例えば実際にその原爆が落ちる前、アメリカが開発する前に、日本でも一部原爆の開発というものが行われてたようなんですが、そういうものはその研究の現場にいらっしゃって、そういう日本での原爆研究に私はタッチしませんでした。存在そのものはご存知でしたか？それ知ってます。私の親しく理論物理やって親しくしてる連中で、東京の連中では竹谷光雄とかああいう非常に熱心にやってる人も何人か親しい者がやってましたから、それは知ってましたけど、私自身は関係ほとんど、一度ぐらい研究所へ行ったことがあったかもしれませんけど、その程度です。当時ご家族の構成なんてのはどうなったんですか？そうですね、私のうちは家内というから子供が一人いるんですけども、その頃はそうですね、その年の4月頃に家族は全部田舎へ帰しまして、で私はそれからあとは一人で下宿生活を過ごしてきたわけです。夏休み中だったんですけども、私だったら毎日、日曜日は休むことがあったんですけども、日曜日以外は普通と同じように研究室に出まして、そして若い者と一緒に勉強もしたりやってきたんです。だからその日はちょっと僕の記憶に間違いがなければ月曜日だったと思うんですけども、それを普通のように8時前ですね、研究室へ出かけていって、いっぺん私の研究室は大学の理学部の中に一つ私の研究室があって、研究者の方の研究室へ行く途中、その当時の広島大学には今もどうなってるか知りませんが、今はもうないですね、高い塀がありましてね、塀で積まれてあって、その塀の東側の道路を通ってちょっと行くと研究所があったんです。その道路を通ってる途中で前転が真っ白に光ったんですよ。前転が真っ白に光ったものですからびっくりしまして、これはただごとじゃないと思って伏せたんですね。で伏せましたら、やがて建物が壊れたりなんか非常に騒音がしまして、で私はこうやって伏せていたものですから、しかし命があるのかどうかもうわからないくらいだったんですけど、少し静かになって5分か10分ぐらいして起きてみたら起きられたものですから、起きてみたんですけどまだ周囲は真っ暗だったんです。それで5分か10分ぐらい前
待って、そして見えるように、道が見えるようになった段階で大学の研究所の方へ帰っていって、そしてその途中でいろいろ怪我人とかいろんな被爆の状況などを見たんですね。その時ご覧になったその周りの状況っていうのは覚えてらっしゃいますか？いや、記憶にありますですね。もう家は散々に壊れたのがありますし、それから吹き飛ばされて大怪我してる血を流してる人間もありますし、いろんな格好でも本当に惨憺たる状況といいますか、もうとにかく建物なんか全部壊れてしまってますからね、木造の方に。ただ私はちょうど大学その時に地図があったらよと思って探したんですけど見えないもんですから、その時の大学は四方が割に厚い鉄筋コンクリートの塀で進めて、その東側の塀の東側を道路を歩いてたんですけどね。それからそれに沿って自分の研究室の方、研究室といいますのは今の理学部のある場所の一番東の方の隅っこの方にあったんです。そちらへ帰っていく途中でいろいろな景色を見ました。今のね、もうすぐ死んだという感じで大変な出血をしている人だとか、それからもう吹き飛ばされて気絶してしまっているような人だとか、いろんな学校のものを見ましたですね。もちろん建物の破壊した状況も見ました。その時どういうふうに最初思われました？そうですね、原子爆弾というものができたということは知ってたんです。その時に知ったといっても、それも1日前ぐらいに知ったくらいできたということは原理的には前から知ってたんですけど、でアメリカが作ったということを知ってましたので、ただ原子爆弾をやったんだなということはすぐ想像ができました。その原子爆弾ができたというのはどういうふうにしてお知りになったんですか？どういう格好で知ったですかね。国際的なサイエンスに関する雑誌なんかの中に一部出たものもあったと思います。それから国内で同じ物理でやってる仲間と会った時にいろんな話をよく聞きますからね。中にはアメリカと連絡がついて刻々アメリカの様子を日本へ知らせてる男もおったですから、そういうの仲間から聞いたのもありますが、大体しかしアメリカでできたということはその時知ってました。それでだからアメリカがついにやったなとそんなこと思ったんですよ。それはもう会う人がほとんど全てがですね、もう散々な怪我をしていたり、そしてもう衣服がなくなってしまって裸みたいになっていたり、とにかくもうどれもがほとんど会う人が全て被爆しているような格好、そういう人のばかりだというような印象が残っているんですね。でしたがって初めの頃は私自身は直接肉体的な故障が感じなかったもんですから、なんとかこれ助けてあげなきゃいけないかと初めは思ったんですけど、手の施しようがないんですね。どうやったら助けることになるのか、そういうことをずっと見て、しかし今言いました東雲の方へ行くことになってましたから、そちらへ行くうちにそういう状況ばっかり見たんですけども、しまいにはもうそういうことの悲惨さも全然感じなくてですね、そして終わり頃にはもう無神経に普通に歩いて東雲分校まで行った、そういう記憶がありますね。佐久間さんは長い間その被爆者の問題に関わってこられましたね。その経緯をですね、ちょっと今年ぐらいですかね、私原爆を被爆して被爆の
体型も肉体的に持っていますし、また専門が原子核物理のものですから、それが現在与えている被爆のほかに放射能の影響というものが将来は起こりうるものだということもつきましたから、これから後が大変だということを非常に早い時期から自覚していました。で、一般には今のその年の10月頃にはもうみんな原爆が落ち着いたと思ってもう治ったつもりでおる人もかなりおったらしいんですが、翌年ぐらいから今度いわゆる原爆後遺症ですね、治ったと思った人がまた再発してケロイドができましたり、全然気がしてなかった人がやはりまたケロイドが出たり、あるいは原爆症が出たりというようなことで、いろいろな災害が翌年ぐらいから出てまいりましたので、そういうふうな状況をまあいろいろとかなり自分でやったり友人の協力を得て調べるということを1年かそこらはしたんじゃなかったかと思います。ただそれを組織的に何とかするというところにはなかなかいかなかったんですが、もう少し何か読んでみれば出るのかもしれないですが、1、2年経った頃にこれやはり組織的にこういうものを救済する方法をやらなきゃいけないと。それには何よりも原爆を経験した広島の者が原水爆禁止という運動を起こさなきゃいけないということが一つで、原水爆禁止運動というものを広島で、広島の経験者として私がそれを発言してある意味で積極的にそういう方向の世話をしたのは東京だったんですけど、東京で何かの会議で東京へ行くことがありまして、その席でそういう問題提起して、その時にはご存知かどうか知りませんが、草野信さんという私と同じぐらいの年配で、これは医学部にそうなんですけど、非常にいい平和運動も昔からやってきた立派な人があるので、そういう2、3の4、5人ですか、4、5人の人々と何とかしてこの原水爆禁止を運動として世界的に広げていかなきゃいけないと。それはもう経験した日本人がやる最大の義務だということで、いろいろ東京で相談してみました。そしてそこで意見がみんなの意見が4、5人意見が一致したもんですから、でその組織を作ろうというので日本原水協というのが、それが元で日本原水協ができるようになってきたわけです。で私は決して東京はしょっちゅう行けないもんですから、東京でそういう役割を日本原水協の役割をするとともに、一方広島でやはり広島でも現地広島として特にまたこの運動を進めていかなきゃいけないし、ことに実態調査というような問題になりますと東京ではできませんのですね。あまり広島だったらもう一人一人会って調べることもできますので、広島で特に力を入れましたのは被爆してた人に直接会って、そしてそのいろいろな話を聞いていくということを努力をしたわけです。それが1970年になってますね。この本が最初に出たのはずっと後になってですけども、被爆者最初の方には私自身の被爆経験もちょっと書いておりますけども、その後ずっと何十人かここにどっかに書いておきましたけども、何百人か7、800人の人に直接手分けして会って3人ぐらいの調査組の組を作って、その組の人が3人ぐらいで被爆者を訪ねていって、で被爆者に被爆の実態を聞いてもらうと。今の原水禁運動を佐久間さんはどういうふうにご覧になっていらっしゃいますか？私は今いろいろな批判はありますけども、やはり原水禁運動というものは
重要な役割をしていると思うんです。で今組織がいくつかに分かれていますけども、分かれた組織のやってる運動が時によるとなんか多少排他的なような空気が出ることもありますけども、必ずしもそうではなくって、ただお互いが独立してというか関係を深く持たせないで、しかしほぼ似たような目的の運動をやってる、そういうもので団体ができれば一つの団体になってもっと活発な運動ができればベターですけども、それができないにしてもそれぞれの団体がやってる運動というのはそれなりの大きい役割を持ってるんじゃないかと。原水爆禁止ということがもう現在ほとんどの人々に対して絶対必要なことだと感じるようになってきたのは運動のやはり大きい成果だと思いますね。これは外国へ行っていろんな様子を聞きますとね、まるっきり違うですね、その点が。やっぱりそういう運動が全国的に広がっている日本のありさまと、そうでない外国では原爆を知らない人間もいるわけですね。普通の知識人で。そういう点でやはり日本のその運動というものは大きくなったし、その他運動が世界にそういう運動を広げていく上でも大きい役割をした。そういう意味ではその後の核戦争阻止という上で日本の運動が大きい役割をしてきたということは言い切ってもいいんじゃないかと思っております。また核兵器の恐ろしさというのはもう、ね、国内ではかなり知られましたけど、世界的にはまだ知られ方が少ないと思うんですよ。その意味において被爆経験を持つ日本人がですね、海外に向けても被爆の原爆の恐ろしさ、核兵器の恐ろしさ、核兵器自身も悪化してきましたし、そういうことを知らせるということはやはり日本人として一つの大きい使命の一つだと思っております。それからあとは今度は被爆者に対するいろんな治療方法ですね。これは実はやはり率直に言いまして政府はそれの治療の研究が非常に熱心だと思うんですよ。ABCC もあそこにありますけれどもね、そこでやっていますそういうやり方を見ましても、私なんても工業医学の専門の人間なんかと一緒に行って私どもの注文をしたこともありますけど、やはり政府自身が被爆や治療に対して本気にやってるという点で、私、主観的かもしれませんけど非常に不満を感じているわけです。そういう意味で日本政府はやはりこれはもう人類の将来に及ぶ非常に大事な問題ですからね、基本的に被爆者を多く持っている日本政府がことこ被爆に関してはもう政治を超えてですね、将来の人類のためにその治療の研究とかそういうまたそれに対する生活的社会的いろんな問題がございますに関連して、そういう問題に対する対策というものに対して本気になって日本政府は研究すべきだと、それを私は今非常に日本政府に対しては不安に思っておりますね。現在でも今の内閣にしましてはまだ私などから見ますと核兵器による日本の武装を少しでも進めようとしているんじゃないかと思うような発言も今の総理にも時にあるわけですね。日本政府自身が本気にその方向に動ききっていない、それがやはり私は人類のために大変な残念なことだと思うんですね。佐久間さんご自身は今後どういうふうに